ダウ理論に押し安値戻り高値ってありますよね。押し安値戻り高値を抜けたらトレンドフォローで押し目買い戻り売りをしようと考えていたら、実際に抜ける頃にはすでにトレンドが大きく伸びてしまって、入るに入れなかった。置いてけぼりを食らってしまった。こんな経験ないでしょうか？今回の動画ではトレンドに最速で乗るためのダウ理論の使い方をお伝えします。いつも大きく伸びてからトレンドの発生に気がつくという方、ぜひ参考にしてください。まずはトレンドとは何ぞやというところで、そもそもの上昇トレンド、下降トレンドの定義というところをおさらいしていきたいと思います。図の左側を見てもらいたいんですが、ここにトレンドが発生するタイミングについて、1、2、3と3つの番号を振っています。どれが正しいか3秒でいいので考えてみてください。それでは正解なんですが、正解は2番です。上昇トレンドの定義というのは、高値と安値の切り上げが継続している状態のことです。下降トレンドというのは、高値と安値の切り下げが継続している状態のことです。では、上昇トレンドを例にとって、高値と安値の切り上げが確定するのはどこかと見ていくと、この2番のところで手前のこの直近の高値を超えていくところですね。ここを超えたところで高値と安値の切り上げが確定しますので、ここが上昇トレンドが確定するポイントということになります。ですので、この形が発生したら上昇トレンドが発生したと考える人が徐々に増えてくるということです。で、中にはですね、いやいや、こういうところに戻り高値というのが控えていて、この戻り高値を超えるまでは下降トレンドが継続しているとみなすというふうに考える人もいるんです。ただ相場というのは買い手と売り手の綱引きですので、この戻り高値を抜けるという形になっていなくても、右の形ですね、この高値と安値を切り上げる形になっていて、上昇トレンドが発生したと考える人の方が多ければ上がりやすくなるということです。では次にトレンドが発生する時の2つのパターンを見ていきたいと思います。今回は上昇トレンドが発生する例を説明していきたいと思いますが、下降トレンドの場合も同じです。まずは図の左側を見てください。左側が戻り高値ブレイク型と呼ばれるものです。下降トレンドの場合は押し安値ブレイク型というふうに読み替えてください。ここのポイントからここのポイントまでは、高値と安値を切り下げる下降トレンドが発生しています。そしてこの赤の丸で印をつけた高値、ここが下降トレンドにおける最後の安値更新の起点となった高値で、戻り高値と呼ばれるんですが、ここの戻り高値がブレイクされたことで、この高値と安値の切り下げの流れが断ち切られたことになりますので、ここのポイントで一旦下降トレンドが終了ということになります。そして下がったところで再び反発が始まって、この直近の高値を超えていくと上昇トレンドがスタートするというものです。実際のチャートで見るとこのような形です。このように下降トレンドが継続している中で、この最後の安値更新の起点となったここの高値ですね。ここが戻り高値なんですが、この戻り高値をブレイクしたことで下降トレンドが一旦終了し、そして下がったところから再び反発が始まって、この直近の高値ですね。ここのスイングハイを超えたところで上昇トレンドがスタートしているという形です。では今度は右側のパターンを見ていきたいと思います。右側のパターンもですね、左側と同様に、ここのポイントからここのポイントまでは下降トレンドが続いています。ではこの下降トレンドが終了するのはどこでしょうか？ここのラインを超えてくると、高値と安値の切り上げがスタートしたことになりますので、少し前まで続いていた高値安値切り下げの流れが断ち切られるほか、すでに上昇トレンドがスタートしたということになります。実際のチャートで見るとこのような形です。今、ユーロ円の2023年12月付近の冷やしチャートを表示しています。ご覧いただいてわかる通り、チャートの左側からですね、ずっと上昇トレンドが継続していたんですが、ここの安値ですね、ここのスイングローが押し安値だったポイントなんですが、この押し安値をブレイクする動きが出ていますので、この時点で戻り高値というのがここに位置していることになります。現在はこのような下降トレンドが発生しているということになります。はい、ではこの後の様子を見ていきましょう。ここの動きに注目をしてください。今ですね、ここのスイングハイをブレイクする動きが発生しました。これによってですね、先ほど冒頭で確認した図のように、このような高値と安値の切り上げが確定したことになります。ですので、直近発生していたこの下降トレンドが一旦終了して、上昇トレンドに転換してきたということになります。引き続きこの後の動きを見ていきたいと思います。はい、価格がですね、この戻り高値に到達して一旦反落を始めたことがわかります。はい。ただ下がったところから再び反発が入り始めて、戻り高値をブレイクする形になりました。ですので、ここまでのお話を一旦まとめると、左のパターンもですね、右のパターンも高値安値の切り上げっていう意味では同じなんですが、二つの違いは何かというと、右のパターンというのは戻り高値より下の位置で高値と安値の切り上げがスタートしているということです。
左の形で見ている人というのは、戻り高値がトリガーになっていますので、戻り高値より下の位置での動きというのはあまり重要視していません。で、右の形で見ている人というのは、戻り高値が上にあろうがなかろうが、とにかく純粋に高値と安値の推移で判断するということです。戻り高値の位置が高い場所にある場合ですね、先ほどのユーロ円みたいなケースが該当するんですが、この右のパターンで上昇トレンドが始まっていくことが多いです。ですので、戻り高値が現在のレートから遠い位置にある場合は、右側のパターンも想定しておかないと、トレンドに乗り遅れる可能性もあるということを意識する必要があります。つまり、戻り高値が遠い位置にある状態で、戻り高値を抜けるのを待っていると、実はすでに上昇トレンドはスタートしていて、戻り高値を抜けた後だと、すでにある程度トレンドが進んでしまっているので、遅くなるということもあるということです。先ほどのユーロ円の例をもう一度振り返ってみたいと思うんですけども、この赤の水平線で示した戻り高値を超えたところから直近の流れを振り返ってみると、もうだいぶですね、上昇トレンドが進展しているということがわかると思います。で、このタイミングから買いを狙っていくときに今度気をつけないといけないのは、高値掴みになる可能性が出てくるということです。で、皆さんも経験あると思うんですけども、押し目買いや戻り売りというのはトレンドが進めば進むほど難しくなってきます。というのは、トレンドが進展すればするほどですね、利益確定によって反落する可能性というのも出てきますので、そうすると期待できる値幅と損切りまでの値幅の比率が悪くなるということで、押し目買いや戻り売りというのはできるだけ早いタイミングで乗れることに越したことはありません。ではどうやったらできるだけ早くトレンド発生のタイミングをつかめるのか、そこを見ていきましょう。できるだけ早くトレンド発生のタイミングをつかむ。つまり右側のパターンに乗るときのポイントということですが、これはネックラインを活用するということになります。はい。ネックラインというと、ダブルトップやダブルボトム、三尊や逆三尊を想像する方が多いかもしれませんが、ネックラインというのは注文が集中しているところです。この右の図で言うと、ここの赤の水平線のところがネックラインになります。もともと下降トレンドが継続していたわけですから、このように一時的に反発してきたところというのは戻り売りが入りやすいポイントです。つまりこの一時的に下げている場面というのは売り手が存在しているということですが、その売り手の損切りというのはこの赤の水平線で示した高値の上や、もしくはもう一段上のこの戻り高値の上、こういったところに蓄積しているということが推測できます。はい。皆さんもですね、こういうところから戻り売りをした時のことをイメージしてもらいたいんですけども、だいたい今お伝えしているようなところに損切り起きますよね。僕も間違いなくそうします。つまりこういったラインには注文が集中しているということになりますので、そこをブレイクしていくと、そうした売り手の手仕舞いが発生することになります。売り手の手仕舞いですから買い注文ということで、上昇圧力が生まれるということになります。その結果、ネックライン付近に価格が戻ってきたところというのは、そのような売り手の手仕舞いによる上昇圧力によって反発が入りやすいということになります。であれば、この右側の形でできるだけ早いタイミングでトレンドに乗るためには、まず価格がネックラインをブレイクするのを確認し、そこからネックライン付近まで戻ってきたところで買いのポジションを狙っていけばいいですよね。で、その上昇していくシナリオが崩れるのはどこかというと、同じように高値安値の推移で見ていくと、ここの安値をもう一度ブレイクされると、ここまでの上昇の流れが崩れることになりますので、ここを損切りポイントにできるということになります。はい、もちろん一段下のこちらの安値でも問題ありません。損切りポイントが決まりましたので、あとは期待できる値幅と損切り位置までの値幅の比率、リスクリワードですね。これと相談しつつ、ネックラインを抜けたところから損切り位置までの間のゾーンでエントリーすればいいということになります。先ほどのユーロ円を例にして見ていくと、今この赤の水平線で示したところがネックラインになりますので、ここをブレイクする動きを確認したら、そこから押してきたところで入りますので、はい、例えばこのネックラインをブレイクした動きに対してフィボナッチを引いて、例えば 38.2% まで押してきたら入る。50% まで押してきたら入るというふうに決めます。あとは損切り位置までの値幅と期待できる利益の幅とのバランスを見てエントリーするかどうかを決めるということになります。はい。例えば今回の場合ですね、この 50% まで押したところで入るというふうに仮定すると、仮に損切り位置をですね、ここの安値の直下に置いて、上には戻り高値が控えています。上昇トレンドは発生していますが、こうした戻り高値から一時的に反落してくるという可能性はあるため、この戻り高値までを狙うというふうに仮定します。はい、そうすると今回の場合はリスクリワード 1.4 ぐらいになってますので、このリスクを取る価値があるというふうに判断すれば入ればいいですし、1.4 のリスクリワードであればやる価値がないというのであれば今回はスキップというふうになります。もしくは別のやり方というのは、このフィボナッチを使って押し目の目安っていうのを測った後に、そのゾーンまで到達したら、そこで短期足に切り替えて、短期足の動きが下げ止まるのを確認して入るでもいいと思います。例えば今、日足から見て買い足に該当する4時間足に切り替えたところですけども、この赤のラインが先ほど日足で見たネックラインに該当します。
で、このネックライン付近の動きに注目をすると、このようなダブルボトムを築いて、そのネックラインをブレイクしたということがわかります。4時間足で下げ止まったことが確認できたので、このように押してきたところで入ればいいわけです。で、このあたりの話というのは過去に投稿したこちらの動画で深く解説していますので、まだご覧になったことがないという方はぜひ合わせて視聴してみてください。ということで、押し安値や戻り高値という概念も非常に重要な概念なんですが、トレンドに乗るときにはこのネックラインというのもぜひ意識してみてください。またネックラインに関してはこちらの動画でもさらに深掘りしていますので、ぜひ参考にしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。